アーニーパイル劇場、旧東京、宝塚劇場、1946年9月、東京、有楽町での一枚である。AI で80年前の色を蘇らせてみる。この建物の名前を知っていますか？東京宝塚劇場、宝塚歌劇団東京公演の本拠地である。しかし、1945年から1955年までの10年間、この劇場の名前は変わっていた。アーニーパイル劇場、米軍兵士のための専用劇場である。かつて日本はアメリカに占領されていた。1945年9月2日から1952年4月28日まで約7年間、東京の中心も銀座も日本橋も軽井沢も甲子園も全てが米軍の手にあった。これは日本があの時アメリカだった7年間の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。占領開始から18ヶ月の東京の主要交差点、服部時計店が米第8軍の PX となった姿である。 P6 とはポストエクスチェンジ、米軍兵士専用の売店。占領開始から18ヶ月、1947年初頭の銀座。服部時計店の地上階には米兵がチョコレートやタバコ、化粧品を求めて行き来した。戦前和光と呼ばれたこの建物の中で日本人は買い物ができなかった。ここは米軍兵士の町だった。厚木飛行場に到着して挨拶を受けるダグラス・マッカーサー将軍。1945年8月30日、神奈川県の厚木飛行場での一枚である。連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥。その隣に立つのは第8陸軍司令官のアイケルバーガー中将。ポツダム宣言受諾からわずか15日、8月28日、米軍先遣部隊の C47 輸送機4 15機がすでに厚木に到着していた。そして30日、マッカーサーが自ら降り立つ。その手には軍刀ではなくコーンパイプ。ここから新しい日本が始まる。その姿は敗戦国に乗り込んできた勝者の象徴だった。警視庁の玄関で立証する米兵と日本の警官。1945年9月17日、東京の警視庁での一枚である。日本の警察組織の頂点、警視庁。その玄関に米第一機構師団の MP 軍警察が立っていた。警視庁の中には米軍の KP 小隊本部が設置される。日本の警官は米兵の指揮下で勤務した。占領下の日本では警察も米軍の管理下に置かれた。入り口の英文標識にはメトロポリタン警察と書かれている。そしてミリタリー PA ポリースの文字も見える。日本の治安はもう日本だけのものではなかった。並んで写る裕仁天皇とマッカーサー将軍。1945年9月27日、東京のアメリカ大使館での一枚である。裕仁天皇が自らアメリカ大使館を訪れた。通訳一人を挟んで40分間の会談。会談を二人で並んで撮られたたった一枚の写真。天皇は正装、マッカーサーは略装。この一枚の写真は新聞各紙に掲載され、日本国民に衝撃を与えた。天皇よりも上に別の権力者がいる。それが占領下の日本の現実だった。米陸軍航空対輸送部隊が入った大正生命ビル。1945年10月12日、東京日比谷での一枚である。日本人ならほとんど誰も知らない英語の組織名、
米陸軍航空対輸送部隊 ATC。その極東本部が東京の日比谷の真ん中、大正生命ビルに置かれた。ビルの前を歩くのは着物姿の日本女性や和服の老人。その横で米兵が英語で打ち合わせをする。戦前の日本のビジネス街だった日比谷は米軍の事務所街となっていた。アメリカ国旗が翻る接収された日本橋の国分ビル。1947年11月19日、東京での一枚である。日本橋は江戸時代から続く日本の経済の中心地。そのど真ん中でアメリカの国旗がはためいていた。国分ビルは接収され、CPC、GHQ の民間財産管理局が入っていた。日本の財産をどう没収するか、どう管理するか、その決定がここで行われた。日本橋を通り過ぎる日本人たちは毎日その星条旗を見上げて歩いた。進駐軍家族住宅となった東京の山王ホテル。1947年10月、東京永田町での一枚である。永田町、現在は国会議事堂や首相官邸が立ち並ぶ日本政治の中心地。その永田町にあった山王ホテルは1946年9月から進駐軍家族住宅として接収された。接収期間1946年から1983年まで、なんと37年間。戦後生まれの日本人が成人するまで、ここは日本の土地ではなかった。松島ホテルの和室で昇進パーティーに興じる第11空挺師団の GI たち。1945年9月12日、宮城県松島での一枚である。日本三景の一つ、松島。戦前、日本の名勝地として愛されたこの場所のホテルが占領軍に開放されていた。写真の若者たちはニューヨークやテキサスから来た20歳前後の米兵たち。畳の上に靴下のままで黒いでいる。東北の温泉宿で日本酒を飲み、笑い、写真に収まる若き占領軍。戦争が終わってわずか1ヶ月の光景である。FEC の民間財産管理部が接収した軽井沢のナンバー830の家。1945年12月、長野県軽井沢での一枚である。明治以来、外国人宣教師の避暑地として発展した軽井沢。戦前は日本の上流階級と外国人の社交場だったこの高原リゾート。戦後、GHQ の民間財産管理部が軽井沢の別荘を次々と接収する。GHQ 職員やその家族が夏を過ごす場所として、東京の暑さを逃れ、軽井沢で休暇を過ごす占領軍。戦前の上流階級はその場所を追い出されることになった。10年ぶりにちゃんとした野球をする日本の学生たち。1946年8月、兵庫県の西宮球場での一枚である。日本中の球児が憧れる甲子園。その聖地が米軍に接収されていた。甲子園球場は米軍兵士のレクリエーション施設として使われていたのである。そのため、6年ぶりに復活した全国大会は隣の西宮球場で開かれた。球児たちは甲子園の土ではなく西宮の土を踏むことになった。戦争が終わっても日本の高校野球はまだ自分たちの聖地に戻れなかった。東京にテキサス州領事館を開いたテキサス州出身の3人の米兵。1945年9月30日、東京での一枚である。国ではないアメリカの一つの州が東京に領事館を開いた。他の州に出し抜かれないようにと、テキサス州出身の米兵たちが独自に設置した。テキサス州出身の伍長、軍曹、上等兵が領事館を構える。冗談のような話だが、占領下の日本では現実だった。東京はアメリカの一つの州が領事館を置く都市でもあった。
占領された敵国の首都、東京の銀座、三越前に立つ二人の米兵。1945年10月7日、東京、銀座での一枚である。ニューヨークブロンクスから来たハル・カーウィット、兵卒。そして、米軍通信部隊所属のハロルド・イエーガマン准尉。二人は占領された敵国の首都、東京に初めてやってきた米兵だった。銀座三越の入り口を背景に記念写真を撮る。俺は東京の銀座に来たんだ。その記念写真はすぐにアメリカの故郷へと送られた。久留米警察署。前の通りに止まる占領軍のジープ。1945年、福岡県久留米での一枚である。東京や横浜だけではない。九州の地方都市、久留米にも米軍のジープが走っていた。日本各地、北は北海道から南は九州まで、ジープが街の通りを走り、米兵が地元の人々と接触した。ある日突然、見知らぬ国の兵士が自分の街に現れる。それが占領下の日本の日常風景だった。先代の通りを行くジープに向かって V サインをする日本の子供たち。1945年9月20日、宮城県仙台での一枚である。戦争が終わってわずか1ヶ月。子供たちはもう米兵を敵だとは思っていなかった。ジープの上から米兵がチョコレートを投げる。子供たちははしゃいで V サインを返す。鬼畜米英と教えられた子供たちの世代が初めて見たアメリカ。それはチョコレートをくれる優しい大人たちだった。戦争を知らない世代の新しい日本がここから始まる。専用機バターン号へ向かうマッカーサー元帥水。1951年4月16日、東京羽田の米空軍基地での一枚である。朝鮮戦争での対立からトルーマン大統領はマッカーサーを解任した。5年7ヶ月、日本を統治した男が突然解任された。しかし皮肉なことに、日本国民の多くがマッカーサーの去る姿に別れを惜しんだ。羽田までの沿道には20万人を超える日本人が並んだ。さよならマッカーサー。敗戦国の元首相のような扱いを占領軍の最高司令官が去り際に受けた。それは日本人とマッカーサーとの奇妙で複雑な絆を表していた。日本国憲法施行記念式典に臨席する裕仁天皇と良子皇后。1952年5月3日、東京皇居での一枚である。1951年9月8日、サンフランシスコ平和条約調印。そして1952年4月28日、条約が発効。日本はようやく主権を取り戻した。7年間の占領が終わった。東京宝塚劇場のアーニーパイルの看板は撤去された。銀座の PX は再び服部時計店に戻った。日本橋の星条旗は下ろされた。しかし軽井沢、永田町の山王ホテル、そして沖縄はその後も長く米軍の管理下に残る。完全な独立まではまだ長い時間が必要だった。1945年9月2日から1952年4月28日まで約7年間、日本は連合国軍最高司令官総司令部 GHQ の占領下にあった。総司令官はダグラス・マッカーサー元帥。東京宝塚劇場はアーニーパイル劇場と呼ばれていた。銀座の服部時計店は米第8軍の PX だった。日本橋の国部ビルには星条旗が翻っていた。日比谷の大正生命ビルには米陸軍航空隊輸送部隊の英語看板があった。東京の中心は米軍が動かしていた。永田町の山王ホテルは進駐軍の家族住宅だった。軽井沢の別荘は GHQ 職員の避暑地となった。甲子園球場は米軍に接収され、高校野球は西宮球場で開かれた。日本中の特別な場所が米軍のものだった。東北の温泉旅館では米 GI が畳の上で
日本酒を飲んでいた。九州の久留米の警察前には米軍のジープが止まっていた。仙台の子供たちはジープに V サインを返した。占領は東京だけのことではなかった。1951年4月、マッカーサーは解任された。しかし羽田までの沿道に20万人の日本人が並んで別れを惜しんだ。敗戦国と占領軍司令官との奇妙で複雑な絆。1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効。日本はついに主権を取り戻した。私たちが今当たり前のように歩く銀座、日本橋、永田町、軽井沢、甲子園、そのすべてがかつてアメリカに占領されていた。その事実を覚えている人はもう少なくなった。しかし写真の中の風景には確かにそれがあった。東京宝塚劇場がアーニーパイル劇場と呼ばれていたその時代が、あなたのご家族、ご親族の中にも当時米兵と接触した方や進駐軍に関わった方がいるかもしれない。その経験について語り継がれているものがあればぜひコメントで教えてほしい。先人たちの努力の上に今の独立した日本がある。カラーで蘇った写真の中に彼らは確かにそこにいた。その時代を生きた人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。